日はかぼちゃの甘辛炒めを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はかぼちゃの甘辛炒めを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、簡単に作れるかぼちゃレシピをご紹介していきます。味付けは甘辛味にしていくんですけれども、少しね、お酢を加えてさっぱりとした仕上げにしたいと思います。ご飯のおかず、そしてお酒のおつまみ、さらにお弁当のおかずにもぴったりな一品です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。かぼちゃ、お醤油、みりん、料理酒、お砂糖、お酢、白ごま、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずかぼちゃなんですが、今ね、綿付きの状態で約 350g になります。大きいかぼちゃで言うと8分の1個ですね。こちらは大きさによってちょっと変わってくると思いますので、目安にしてください。あとはね、もう手軽な調味料だけで作っていきます。今回ね、サラダ油を使用しますが、ちょっと風味をつけたい時はごま油などを使っていただいても OK です。あるいはオリーブオイルとかね、お好みの油で作っていただいて大丈夫です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに調味料を合わせていきます。まずお醤油、みりん、料理酒、お酢、そしてお砂糖。これをよく混ぜましょう。はい、OK です。それでは続いてかぼちゃの種とあとは綿を取り除きます。取り除くときはスプーンを使っていただくと簡単に取ることができます。このようにこそぎ取ってください。で、あとね、ここに残ってるふわふわっとした綿の部分もこうやってこそぎ取りましょう。はい、OK です。そうしましたら、かぼちゃのヘタの部分がついてる時はそちらを切り落としてください。そして切った面を下にしてかぼちゃをしっかりと固定させて、まずこちらを半分に切ります。よいしょ。そうしましたら、こちらを 4mm から 5mm 幅に切っていきます。この時ね、手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。それでは切っていきます。はい、ここまで切りました。この細い部分ですね、このぐらいになったらこっちから切ってたのをぐるっと回転させて、そして切っていきます。そうするとね、同じ幅で切っていけます。はい、こんな感じです。小さめになったらね、切る方向を変えて切ってみてください。あとはね、このぐらいちょっと大きい部分はこれをね、半分に切っていきます。これはね、食べやすい大きさでやっていただいて OK です。それではもう一つも同じように切っていきます。はい、OK です。かぼちゃはこのように切ってください。それではフライパンで焼いていきます。まずですね、フライパンにサラダ油を敷きます。そして火にかけましょう。で、油をね、全体に回します。で、油を全体に回したら火加減は中火です。ここにかぼちゃを入れていきます。そしてかぼちゃをね、焼いていきます。あんまり重ならないようにね、焼いていきましょう。はい、こんな感じで広げて焼いていきます。なのでね、ちょっと大きめのフライパンを使っていただくといいかなと思います。たまにね、こうひっくり返しながら焼きましょう。薄切りにしてるので火はね、すぐ通ると思います。はい、OK です。で、このようにかぼちゃに火が通ったら、作っておいたタレを回し入れます。そして煮絡めます。で、こんな感じで照りが出たら最後ね、白ごまを振ります。で、絡めましょう。はい、これで完成です。それではお皿に盛りたいと思います。これね、あんまり煮絡めすぎると今度しょっぱくなっちゃうので、煮絡めすぎには注意してください。はい、これでかぼちゃの甘辛炒めの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。かぼちゃもホクホクに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。かぼちゃがホクホクでさらに甘みもあってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。
今回のかぼちゃの甘辛炒めのポイントです。まずかぼちゃなんですが、今回は薄切りにしました。この切り方に関しましてはお好みの大きさで切りやすい方法で切っていただいて OK です。ただね、すごく生のかぼちゃは硬いので手を怪我しないようにだけ十分に注意して切るようにしてください。そして切ったかぼちゃを炒める時なんですけれども、重ならないようにフライパンに置くようにしてください。薄切りにしてるので少し重なるぐらいだったら全然大丈夫なんですけれども、できるだけ大きめのフライパンを使っていただくといいかなと思います。そしてですね、今回は甘辛味にお酢を加えました。このお酢を加えることで少し酸味が加わってとてもさっぱりとした仕上がりになります。お酢が少し苦手な場合はこちらは抜いていただいても美味しく召し上がっていただけます。さらにですね、こちらに少し辛みをつけたい時は唐辛子を一緒に炒めて作ってみてください。あとはもうかぼちゃを焼いて調味料を和えるだけなのでとても簡単に作ることができます。今回はこのぐらいの大きさにしたんですけれども、もう少しね小さいサイズに切っていただいてお弁当用に作っていただいてもいいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はかぼちゃの甘辛炒めを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。